ソウルスタジオへようこそ。メカニックのタスクと申します。今回は HG144 分の1ミラソール社製フライトユニット装備を作っていきます。模型雷装支援砲撃。ランナーは2枚、シールが1枚のシンプルなパッケージ。以前作ったエアレールに装着。少し後ろが重く立たせにくいですが、プロポーションは良い感じです。サイドブースターは二軸で稼働。円形部分のスラスターを引き出してハイマニューバーモードを再現。規格が共通なので SD エアレールにも簡単に取り付け可能です。そしてエアレールの平手パーツが付属。合わせ目はキット全体に紫色のパーツの部分に入っていて、設定通りに全て消していきます。まずはサイドのブースターですが、分解してみると黄色い円柱のパーツと可動軸のパーツが内包されるため後ばめ加工が必要です。可動軸のパーツは着色したラインでカットして分割。上部のパーツはさらに側面を削ります。黄色い円柱のパーツは着色したラインに沿って垂直になるように慎重にカット。大きいリング状のパーツの内側をデザインナイフでくり抜きます。0.5 ミリのプラ板をその内側でかたどって2枚切り抜きます。ニッパーでパチパチとカットして元の型に止まるくらいに調節。切り抜いたプラ板をもう一方のパーツに接着します。これでほぼ完了です。プラ板は1枚でも止まりますが、塗装後に接着しない場合は2枚が推奨です。真ん中のブースターは中のグレーのパーツを着色したラインでカット。側面の出っ張りを削ぎ落とせば後はめ加工できます。接着していきます。ブースターの軸の部分は負荷がかかるのでタミヤセメントでしっかり接着。反対側は外から押し込んだ時にリングが傾いてしまうので、一部にプラ板を貼って留めます。あとはいつも通り流し込み接着剤を流し込んで、はみ出した部分をデザインナイフでカット。240番、400番の板やすりを順番にかけて合わせ目消し完了です。各部の溝を彫り直していきます。角度とスピードを一定に保ちながら端から端まで優しく丁寧に彫り込みます。正面処理をしていきます。パーツの広い面を中心に240番のスポンジやすりを貼った板やすりで引き受けしながら全体を大まかに整えたら、400番を貼った板やすりをかけて平らに仕上げます。最後に電動ツールで表面処理をしていきます。600番で全体を均一にやすりがけ、加工中の細かい傷等も
ここで消していきます。塗装の下準備をしていきます。まずはパーツを中性洗剤と超音波洗浄機を使って削りカスを落としていきます。パーツが乾燥したらエアブラシでサーフェーサーを拭くために持ち手にパーツをつけていきます。基本は1200番のグレーサフを垂れない程度にしっかり均一に拭いていきます。発色を良くするために黄色いパーツのみイエローサフを拭きました。サフが乾燥したら本塗装に入ります。調色は以前制作したエアリアルに合わせています。使った色のカラーレシピは説明書等に書き込んでおくと、こういった拡張パーツや同系列のキットなどを作るときに統一感を出しやすいのでおすすめです。パーツの細部を塗り分けます。ラッカーは下地を溶かさないように慎重に塗り重ねます。次にエナメルブラックでスラスターと黒い部分を塗っていきます。墨入れはタミヤの墨入れ塗料を使います。白いパーツのみダークグレーで、他はブラックで墨入れしています。墨が乾いたら模型用の綿棒にエナメル溶剤を染み込ませてはみ出し部分を拭き取っていきます。市販のコーションデカールでドレスアップしていきます。デカールのりをつけてデカールを台紙からスライド、位置を調整しながら綿棒で水分とのりを吸い取って貼り付けます。残るはトップコートです。持ち手に固定してしっかりホコリを払ったら半光沢のトップコートを吹き付けていきます。垂れない程度にたっぷり吹き付けます。半日以上乾燥させてトップコートが乾いたら、あとは組み立てです。完成まで少しお待ちください。お待たせしました。 HG ミラソール社製フライトユニット装備の完成です。
最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。ボルスタでは全塗装でサクサクと制作する模様をお届けしています。未熟なところもあると思いますが、皆さんの制作モチベーションが上がってくれたら最高です。ではまた。